Please get on board James Arden 春ポーカーね WSOP メインイベント Day3。はい、ということでね、春ポーカー Day3 はこちらのシートからスタートになります。23万1500点ですね。アベレージがね17万点ぐらいなので、アベレージ以上でね春ポーカー Day3 を迎えることができました。トーナメント詳細ちょっと振り返っていきたいと思います。現在ねトータルプレイ時間としては20時間プレイしてまして、8663名参加で残りね2993名というところまで来ました。インマネなんですけども1300位からインマネということになりました。ミニマムインマネで1万5000ドルですね。長時間プレイした中でのね傑作やと思ってるんで、春ポーカーなんとしてもインマネしたいと思ってます。ちなみに優勝賞金なんですけども、なんと13億5000万です。全て人生変わります。この一発でファイナルテーブル入っただけで多分億は絶対超えるんで、春ポーカー億超えのね夢ある賞金を皆さんに見せたいと思います。はい、ということでね Day1 Day2 に関してはね賞金獲得多い人あんまりいなかったんですけども、多分ね対面のおじちゃんなんですけども、こちら5億獲得されてます。テーブルが辛くなっていくのは当たり前だとは思うんですけども、猛者の中で春ポーカー渦巻いてかましていきたいと思います。よくわからんけど渦巻いてって、あと1分で始まるんでね集中してやっていきます。ということで実践かませ。今回の WSOP は撮影許可の都合上、撮影者がトーナメント会場のロープ内に入れないという制約があったので、 Day3 は少し遠目からの撮影となりますがご容赦ください。というところでこのハンドエースキングスーツミドルポジションから、 Day1 ファーストブラインドは 10002,500BB アンティ2500からのスタートです。春ポーカーにいきなりのプレミアムハンド、もちろんオープンしていきたいと思います。選んだサイズはレイズ5500点。春ポーカー Day2 でアベレージ超えのスタックを築き上げたので、 Day3 でもアベレージ以上のスタックを常に保っていたいなと思っています。ここで春ポーカーのオープンに対してボタンのプレイヤーがコールを選択。まだ Day3 始まって間もないので、相手の特徴はまだ正直捉えきれていません。ですが WSOP メインイベントここまで残っていることを考えると、普通に下手なプレイヤーなどはほぼほぼいないと思っていいでしょう。すると春ポーカーの対面に座っている緑のおじさんがここで3ベット27,500点を仕掛けてきました。普通のおじさんに見えますが、このプレイヤーもライブトーナメントでの獲得賞金総額5億円超えのプレイヤーです。かなり大きめの3ベットなので怖い部分もありますが、もちろんこの時点でフォールドする選択肢はありません。4ベットを返すか、ポジションも買っているのでコールド目も一部ありかなと思っています。もし4ベットを返す場合、春ポーカーの現在のスタックは20万点超えなので、オールインは少し大きすぎるので4ベットするならば刻むのですが、どのぐらいのサイズにしようかなとも悩んでいます。 Day3 初っ端からいきなりでかい勝負が来てしまいました。しかもこれは135万円の参加費を払って出ているポーカーの世界大会。大会の大きさなどを考えてプレーを迷うのは本当はダメなんですが、さすがに迷ってまう。時給1000円、貯金残高8万4800円、暗証番号は4545。何も怖いものはない。レイズ。相手も割とディープなので怖いですが、春ポーカーここは男を見せます。気合の4ベット、リリレイズ65,000点を選択。この4ベットに対してボタンのプレイヤーはスナップでフォールドを選択。4ベットをする前に緑のおじさんのスタックを確認したところ、相手のスタックは18万点ほどでした。ここでオールイン来たら悶絶するし、コールでも正直怖いって。もうフォールドしといてくれ、荒ぶんな緑のおっちゃん。 WSOP の初期スタックが6万点なので、この4ベットの価値ってだいたい150万円ぐらいあるって。ここで相手からまさかのオールインってマジかよ。ここで相手から18万点の5ベットオールイン。これはマジできつすぎる。絶対に相手はクイーンズ以上のハンドでしょう。春ポーカー自身この時点でエースキングスーツでは相手のハンドに勝っている可能性はほぼほぼないんじゃないかなと思ってます。あるとしてもエースキングのチョップもしくはクイーンズでの 50% 勝負になるんじゃないかなと思っています。ですが一番最悪なのは相手が A シーゾーパターン。春ポーカー自身相手に A シーゾーを持たれていた場合 10% 以下の勝率しかなくなってしまいます。春ポーカーはすでに65,000点をポットに入れてしまっているので、115,000点を上乗せすれば勝負することもできます。ですがこの115,000点がこのトーナメントでは命取り。オールインを食らってから2分間悩んで悔しいけどバイバイ。相手の情報は少ないですが、このドデカオールインはさすがに強いでしょう。春ポーカーはエースキングスーツを見せてここでフォールドを選択。きつすぎるって。ですが相手プレイヤーはハンドを見せたりせず、エースキングスーツを見て少し悔しそうにハンドを捨てたので、少なくともキングス以上のハンドは持っていそうだなと春ポーカーは思っていました。いきなりきつい展開ですが、次で取り返せ春ポーカー。3始まっていきなりえげつないの食らわされましたが、気を取り直してこのハンドテンパチスーツボタンから
Day3 始まって余裕でアベレージ以上ありましたが、エースキングスーツでかなり減らしてしまいました。ですが春ポーカーまだ生き残ってる。チップを大きく減らした時にこそ冷静にポーカーできないとトーナメントすぐに飛んでしまいます。というところでカットオフのプレイヤーまでフォールドして春ポーカーのターン。春ポーカーはボタンからレイズ6000点を選択しました。すると左隣のプレイヤー SB がここでコールを選択しました。 BB のディフェンスとかはよくあることですが、 SB からコールは結構ハンドレンジ的に強いことも多いので注意して立ち回らないとなという風に思っていました。ですが Day3 入って間もないので、このプレイヤーが SB からコールドコールすることも多いプレイヤーなのかもしれません。まあとにかくポストフロップ戦って相手の特徴を捉えていこうと思います。というところで BB のプレイヤーがフォールドを選択。フロップに参ります。フロップはエースクイーン7の2ハートのボード。相手プレイヤーはチェックを選択。エースハイボードということもあるので春ポーカー自身何も絡んでいませんが、ここは一発安く CB を打つのはありかなと思っています。 SB からセットを夢見てコールしたポケットペアなどをおろしに、春ポーカーは CB のサイズを考えています。本物を持っている時もこのようなドスベリハンドを持っている時もベッドサイズを混ぜていきたいので、春ポーカーはここでベッド6500点を選択。すんなりここで降りてくれないとターンリバーではほぼほぼ諦めになることが多いよなと思っていました。すると SB のプレイヤーはここでコールを選択。ターンに向かいます。ターンに落ちたのは9のハート。春ポーカーはオープンエンドストレートドローになりました。フロップでは本当に何のドローもない完全なるドスベリハンドでしたが、ターンで少しドローを伸ばすことに成功。するとターンで SB から謎の小さいドンクベッドが飛んできました。このプレイヤーとのプレイ時間はまだ短いですが、僕以外と戦っている時も気合のブラフレーズとかも見せていたので、相手をおちょくるようなマニアックなプレイが好きなのかもしれません。春ポーカー自身ターンでオープンエンドストレートドローがついてしまったため、この安いベッドにはコール以上の選択肢しかないんじゃないかなと思いました。ここでブラフレーズを返すこともありなんですが、まあシンプルにポジションもいいのでここはコール選択でいいだろうということで、春ポーカーはコールを選択。リバーを見たいと思います。リバーに落ちたのは6のダイヤ。春ポーカーは見事にリバーでオープンエンドストレートドローを積もりました。このリバーカードに対して SB のプレイヤーはチェックを選択。ターンでのあの安い謎のドンクベッドは何やってんと思う春ポーカー。まあともかく春ポーカーはフラッシュにしか負けていないので、リバーはバリューベッドができるなという風に思っています。相手のスタックを確認したところ、春ポーカーよりもかなりショートで5万点ほどしかスタックを持っていない状況でした。あまり強く打ってしまうと結構なハンドが降りてしまうと思ったため、ワンヒット系などにも広くコールをもらいたいと思ったので、ここは春ポーカー安めのベッドを選択。4万2000点のポットに対してベッド1万2000点を選択しました。ターンで相手が怪しい動きをしたので、ギャンブラーの勘的にも小さく打てと脳が言っていました。ですが少し考えた後にここで SB のプレイヤーがオールイン5万点を選択。それはさすがに強そう。ここで春ポーカーは相手のオールインサイズを確認。5万点ということが分かりました。小さめのオールインではあるのでコールしたいのは山々ですが、小さいオールインやからこそブラフが出てくるんかとも考えています。違うハンドで気合のブラフレーズをしているところを見ているので、一応ブラフがあるプレイヤーなのは分かっていますが、ですがそれを見せているからこそ今度はバリューでオールインをしているのかもしれません。相手のバリューハンドの本線はハートのフラッシュ、あとは一部セットなどのミスバリューが出てくる可能性もあるのかなと春ポーカーは思っています。ターンで怪しい動きを見せてきたのでそれも気になる。あの動きはこの人のベッドアクションテルなんか。そうなるとこのプレイラインナッツ級のハンドが出てきそうな気もします。ですがこのプレイラインで相手のハンドに一部ブラフがあるとするならば、このストレートでコール新品なら何でコールするねんと思い、春ポーカーはここでコールを選択。すると相手のハンドはナッツフラッシュ。完全に相手にうまいことやられてしまいました。ターンでのあの怪しい動きはナッツの証やったんか。てかリバーで6のダイヤ落とさんといてや、さすがにコールしたなるやん。ですが今回のハンドで相手の情報は掴んだ。次に行かせ春ポーカー。ここで重大なお知らせ。なんと春ポーカーのアパレルブランドノーリミットが絶賛発売中。第1弾はこちら。お買い求めは YouTube 概要欄から。
デイ3始まってファーストブラインドで春ポーカーどんどんスタックを減らしてしまっています。マジでヤバいぞと思っているところで、このハンドキングクイーンスーツカットオフから現在もブラインド変わらず 1000、2500、BB アンティ2500の状態で、春ポーカーは現在10万点ちょっとのスタックしかない状態になってしまいました。20万点以上もスタックあったのに減らしすぎやろ春ポーカーというところで、ここでミドルポジションのプレイヤーがレイズ6000点を選択。春ポーカーここでインポジションということもあるので3ベットするかコールするかで悩んでいます。ですがミドルポジションのスタックを確認すると結構なショートです。3ベットをしてしまうとオールインが返ってくるようなスタックを持っていたので、春ポーカーはここでコールを選択。ポストフロップで戦っていきたいと思います。スクイーズが飛んできたらだるいですが、その時はガクと相談して冷静に戦っていこうと思います。というところで SB のプレイヤーがここでコールを選択。春ポーカーが一番ポジションがいいのでこのコールは悪くないと言っていいでしょう。さらにここで BB のプレイヤーがコール。フォーウェイでフロップに参ることとなりました。キングクイーンスーツはマルチウェイでも戦っていけるハンドなので悪くない状況というところで、フロップは732-2クラブのボード。フォーウェイということもあるので春ポーカーにとってかなり都合のいいボードが落ちてくれたなと思っています。このフロップに対して SB、BB のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーはボードに対してキングクイーンの2オーバーを持ちつつキングハイフラッシュドローまで持っている状況となります。マルチウェイでポットを取るには相当強いハンドを持っていないと自信が出ないので、このフラッシュドローはかなり有効。そしてここでオリジナルのミドルポジションのプレイヤーがベッド9000点を選択。これに対して春ポーカーはもちろん降りる選択肢はなくコールするかレイズするかで悩んでいます。ポジションも強いですし、この強いフラッシュドローを持っている状況でわざわざレイズをして下ろしに行かなくてもいいのじゃないかなと思い、春ポーカーはコールを選択。このハンドは人を下ろすよりも参加人数を増やしてポットをでかくして期待値を高めるハンドかなという風に思いました。このミドルポジションのベッド、さらには春ポーカーのコールに対して SB のプレイヤーはフォールドを選択。 BB のプレイヤーは何やら悩んでいます。ヘッズアップよりも BB のプレイヤーに参加してもらった方がポジションもいい春ポーカーは嬉しいなと思っています。ですがこれだけ考えるということはコールだけでは収まらへんのか、そんなことを思っていると、ここで BB のプレイヤーがレイズ3万点を選択。確かにオリジナルというよりかはどちらかというとディフェンス側に有利なボードやけど、かましてくるなこのお姉ちゃん。春ポーカー自身2オーバーフラッシュドローを持っているのでこのレイズには正直降りれません。デイ3ファーストブラインドからどんだけ修羅場くんねん。そんなことを思っているとミドルポジションのプレイヤーはフォールドを選択。 BB のプレイヤーと春ポーカーのヘッズアップとなりました。ここで春ポーカーは自分のスタックがどれだけあるかを確認しています。春ポーカーの残りスタックは9万点ほど。ここでオールインを返すかコールを選択するか。アベレージ以上でデイ3始めたのにこの3ハンドでこんなに窮地に追い込まれるもん。オールインもありかなと思いましたが、そのアクションがフラッシュドローすぎるので春ポーカーはここでコールを選択。ターンでマジでクラブ以外落とすなお願いします。ターンはエースのダイヤ。春ポーカーはクラブを引くことができず、残りスタックは6万点ということで、ここでオールインが飛んできてしまったら春ポーカーを降りざるを得ないなと思っていました。フロップ、相手がチェックレイズするバリューレンジはセットや2ペア系。ブラフレンジで言うと春ポーカーと同じフラッシュドローだったりストレートドローがあるかなと思っていました。ターンのエースで4号のストレートドローにも引かれてる。オールインはやめてチェックしてと思っていたら相手は本当にチェックを選択。こうなると少し状況は変わりました。ここで春ポーカーが取れるアクションはブラフでオールインをするかチェックでフリーカードを見に行くか。相手がフロップ BB でチェックレイズという強いアクションを取っていることからめちゃくちゃ強いハンドかドローハンドの二極化されたハンドを持っていると思っていました。そう考えるとここでオールインをしても本物にだけコールされてしまいドローを下ろすという一番最悪なオールインになるので春ポーカーはチェックバックを選択。ディバーに落ちたのはキングスペード。正直クラブが落ちてほしかったですが相手のプレイラインであり得る8ポケ9ポケ10ポケあたりはまくれたなと思っていました。ですが相手はここでオールイン6万5000点を選択。相手は春ポーカーをカバーしているのでオールイン要求をかましてきました。ここから春ポーカーは3分ほどの長考に入るので早送りにさせていただきます。春ポーカー的に相手のハンドレンジで残っていて怖いハンドで言うと春ポーカーと同じフラッシュドローでエースを持っているパターン、さらにはフロップでのセットや2ペアが完成しているところです。ですがセットや2ペアをフロップで完成していた場合ターンでチェックをするかなというところは疑問です。フロップで2クラブ落ちている状況でもしセットや2ペアを積もっていたなら春
春ポーカーのスタックが残り6万5000点ということもあるので、ターンでオールインを入れてくるプレイヤーが多いかなと思っていました。そうなるとエース X のクラブ持ちでエースのワンペアを持っているところが怖いんですが、エースのワンペアの場合ハイポケットなどにバリューを取るためにもリバーでは安めに打ちそうだなと思ったので、このオールインには少し疑問が残ります。 WSOP メインイベントを飛ぶかどうかの瀬戸際なのでめちゃくちゃ怖いですが、先ほどのようなことを考えていると、このキングクイーンスーツはブラフキャッチハンドにかなり適しているのではないかなと春ポーカーを思えてきました。ターン春ポーカーもチェックバックしていることから相手もリバーで下ろせそうっていうマインドにもなりやすいと思います。さらにはこのトーナメント WSOP メインイベントです。誰もが飛びたくない精神を持っているがゆえに、このようなポラライズされたベッドにおいてディープがショートに対してプレッシャーをかけるという局面は少し多くなっているかなとも思いました。ポット額が現在9万5500点に対して相手のオールインは春ポーカーのスタックの6万5000点です。相手に 30% でも勝率があった場合、これはコールすることが正当化される。めちゃくちゃ怖いけど、ここはブラフキャッチコールか、それともフォールドか。雷の呼吸、一の方霹靂一閃。めちゃくちゃ怖いけど男春ポーカー、ここは行くしかない。ここでコールを選択すると相手はハンドをもじもじ。これは来たか。相手のハンドはジャックシックスクラブクラブ。春ポーカー WSOP 飛ぶかどうかのところで神ブラフキャッチ。雷の呼吸、一の方霹靂とするパイセン。おいそこのお前パン買ってこい。その後にここで一発キャッチしろ。でその後にそのパン捨ててこい。相手はフラッシュドローでフロップチェックレイズ。春ポーカー同様リバーまで引けずに最後オールインでプレッシャーをかけてきたようです。対面のプレイヤーもこの神ブラフキャッチにはめちゃくちゃ驚いていました。デイ3始まってクソほどきつい展開でしたが、ここでなんとかダブルアップ。ここでめちゃくちゃでかいブラフキャッチをした春ポーカーのリアルな心境をどうぞ。怖かった、マジで怖かった。エースハイボードでキングヒットでブラフキャッチしました。いやマジで怖かった。あの女やってきよる。今回ちょっとブラフキャッチでスタック序盤から大きめに減らしちゃってたんですけど、また22、3万点ぐらいにまで復活しました。マジ飛ぶかと思った。オッケー、やったよ。キングクイーンスーツで生きるか死ぬかの神ブラフキャッチを見せた春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。キングジャックスーツカットオフから先ほどのハンドでスタックが20万点以上になったということで、ここからさらに勢いに乗っていきたい春ポーカー。現在ブラインドは変わらず 1000、2500、BB アンティ2500の状態です。というところでミドルポジションのプレイヤーがここでレイズ6000点を選択。春ポーカー自身ミドルポジションに対してインポジションということもあるので、ここはコールもしくは3ベットを返そうと思っています。ですがミドルポジションのスタックを確認したところ、結構ショートなプレイヤーだったため春ポーカー3ベットを返してオールインが返ってきたらだるいなと思い、ここはコール止めを選択しました。ボタン SB のプレイヤーはフォールドして、ここで BB のプレイヤーがコールを選択。3ウェイでフロップに参ることとなりました。一番インポジションでこのハンド悪くない状況と言っていいでしょう。というところでフロップは 10.6 の2ダイヤのボード。春ポーカー自身2オーバープラスフラッシュドローということでかなりいいボードが落ちてくれたなと思っています。このボードに対して BB のプレイヤー、さらにオリジナルのミドルポジションのプレイヤーもチェックを選択。春ポーカー自身チェックバックをしてフリーカードを見に行くかベットをして下ろしに行くかで悩んでいます。今回はこのスポットで主導権を握りたいこともありますし、大きめのセミブラフベッドで相手を下ろしていきたいなという風に思いました。春ポーカーはベッド1万2000点を選択。このベッドに対して BB のプレイヤーはフォールドを選択。シンプルにこのフロップでのベッドでエースハイを下ろしつつ、ワンチャンポケットペアなどにはコールされますが、ターンでのダブルバレルでそこら辺も下ろしていこうと思っていました。ボードでペアっている点回りのカードを春ポーカー自身抑えていることもフロップでブラフベッド優勢になった理由にもなります。この春ポーカーのベッドに対してミドルポジションのプレイヤーはコールを選択。ショートのプレイヤーということもあるので相手のスタックを加味した上で立ち回っていこうと思いました。ターンに落ちたのはクイーンのスペード。ターンでクイーンが落ちたことによって春ポーカー自身キングハイではありますが、フラッシュドロー、さらにはオープンエンドストレートドローがついたことによって現状ハイカードではありますがモンスタードローがついている状態となります。このターンカードに対してミドルポジションのプレイヤーはチェックを選択。ここで相手のスタックを確認すると5万点ほどオールイン要求をしてもいいんですが、ポジション買っていることもありますし、もう少し安めでも下のポケットペアを下ろせそうです。というところで春ポーカーは4万5500点のポットに対してベッド1万5000点を選択。およそ 33% のベッドです。ポットに対しては安く感じるとは思いますが、相手のプレイヤーはショート。この春ポーカーのダブルバレルにはかなりプレッシャー
シャーを感じるはずです。8ポケ以下のポケットペアはこのベッドでかなりの頻度で降りてくれるんではないかなという風に思っています。もしそこら辺のポケットペアにコールされたとしても、春ポーカー自身かなりのアウツがあります。ポジションが相手よりもいいことを生かしてリバーでも冷静に対処していけたらなという風に思っていました。するとターンでかなり悩まれていたミドルポジションのプレイヤーがここでコールを選択。ここは何としてもリバーでアウツを引きたい春ポーカー。リバーに落ちたのはエースのダイヤ。きた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 。リバーで一番引きたいカードが落ちてくれました。このリバーカードに対してミドルポジションのプレイヤーはどうするか。相手プレイヤーはなんとここでドンクベッドオールインを選択。マジその動きなんなん。春ポーカーノリノリでチェックに対してオールインをしようと思っていましたが、ドンクベッドは何やら匂う。相手もしかしてフルハウス持ってんのか。それとも春ポーカーと同じでリバーでフラッシュを引いた時のドンクベッドオールインか、それとも何にもないブラフオールインか。どちらにせよこのオールイン簡単に通すわけにはいかんよな。俺が最強のゴールキーパー、お前のオールイン絶対通さねえ。このハンドでコールせんかったら何のハンドでコールすんねん。ということで春ポーカーコールを選択。すると相手のハンドはクイーンズ。もうそれはきつすぎるって。ということで春ポーカー自身リバーでめちゃくちゃいいカードを引けたなと思っていましたが、最悪のカードを引かされた結果となりました。相手プレイヤーがショートだったということもありますし、このハンドのぶつかり合い方はどうやってもこのオールイン対決まで行っていたでしょう。めちゃくちゃきついけど次で取り返す春ポーカー。ブラインドスタックの上下がエグすぎるって。そんなことを思っていたらこのハンドナインズ SB から今まで動画にしてきた4ハンド全てのハンドで相手からオールインを食らっている春ポーカーですが、さすがにそろそろ落ち着かしてくれやと思っているところです。ブラインドは変わらず現在 1000、2500、BB アンティ2500の状態です。ボタンのプレイヤーまでフォールドして春ポーカーのターンとなりました。 SB からナインズもちろんオープンしていくんですが、 BB に対して春ポーカーは SB とポジションがないので、ボタンなどからオープンするよりかは大きめのオープンサイズを使用していこうと思います。選んだサイズは 3BB 弱のレイズ7000点。ストレート対ナッツフラッシュでイカれた相手ですが、その後は結構おとなしいです。 BB のプレイヤーは春ポーカーのオープンに対してここでコールを選択。ブラインドヘッズでフロップに参る形となりました。というところでフロップはクイーン点々の2クラブのボード。春ポーカーにとってのオーバーカードしか落ちませんでしたが、ペアボードということもありますし、さらにはバックドアフラッシュドローもあるので、良くも悪くもないボードが落ちたなと春ポーカーは思っています。エースハイやポケットペアに対してバリューベッドは打てるかなという風に思っています。もちろんミスバリューになる可能性もありますが、広くコールをもらうために安めの CB ベッド5000点を選択。このベッドに対して BB のプレイヤーは割とスナップでコールを選択。ターンに向かいます。ターンに落ちたのは4のハート。ターンではチェックするかベッドするかで悩んでいます。ターンでもベッドしてしまうと下ポケは結構な頻度で降りてしまうと思います。フラッシュドローなどにフリーカードを引かせないためにベッドするのもありですが、春ポーカー自身ハートもクラブも抑えているので、相手のフラドロの確率は少し軽減されています。そう考えるとターンでのベッドはクイーンだったり10のトリップスに対してのベッドになってしまうため、春ポーカーはチェックを選択。商談を目指していきたいと思います。するとここで BB のプレイヤーからベッド9000点が飛んできました。ボットが26500点に対してベッド9000点なのでかなり安いベッドになります。フラッシュドローなどだったらもうちょっと強めに打ってきそうなので、このベッドはめっちゃクイーンっぽいなと思っている春ポーカーですが、一応下ポケがエースハイなどに向けてバリューを打ってきてる可能性もあるなと思い、春ポーカーはここでコールを選択。フルハウスを引かない限りリバーで打たれたら諦めかなと思いながらリバーへ。リバーに落ちたのはジャックのクラブ。オーバーカードがかなり落ちてしまったので、春ポーカーリバーでも強いベッドをされるとフォールド一択かなと思いながらチェックを選択します。すると相手はチェックバック。相手のハンドは6ポケでした。ターンでの安いベッドに一部下ポケも混ざってるなと読んだ春ポーカー、見事にそれが当たっていました。ここまで4ハンド連続生きるか死ぬかみたいな戦いをしてきた春ポーカーですが、ここでようやく落ち着いたポットを取れました。精神衛生的にも助かったぞ9ポケ。ここは一般的にチャンネル登録促すとこやけど、俺はただ踊りたいだけ。